皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。よろしくお願いします。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1115日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1410名、戦車6両、装甲戦闘車11両、砲46門、ドローン153機、その他車両114両となっています。戦線全体では1日で128回の地上戦の報告がありました。そして視覚的に確認できるウクライナ軍とロシア軍の装備の損失数の比率は1対 2.3 で、ウクライナ側の損失数に比べロシア側はその 2.3 倍になります。ロシア側の損失は民生用のバン、4輪ワギー、軍用トラックが圧倒的に多く、装甲車両を使わず歩兵による攻撃を行っていることが確認できます。反対にウクライナ側は SUV、ピックアップが多く確認できます。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。トランプ大統領はロシアに対する制裁を強化しました。細かいことを言うと、アメリカはバイデン政権が例外的に認めたロシアの銀行との取引を不許可にしました。これにより、トルコなど一部の国が購入していたロシア産石油の決済がドル建てでできなくなり、CBS ニュースでは、原油価格が1バレル5ドル上昇する可能性があると影響の大きさを伝えています。これは、プーチン大統領が実質的に停戦協議を拒絶したことによるもので、停戦案に同意させようとするアメリカの圧力となります。2番目。久しぶりにロシア経済崩壊のニュースです。ロシアでは国内のトラック輸送が急速に減少しています。ロシア版のフォーブスは今年1月と2月のトラック輸送量は前年比 30% 減少となり、崩壊状態となったことが分かりました。業界団体のアフトグルンズのフィラトフ会長は取材に対し、運送会社のトラックの稼働率は8割で、ボルガ地方やウラル地方では 40% のトラックがもはや稼働していないとのデータを示しました。また、分野別では、建設資材の輸送量が 35% 減、消費財で 25% から 30% 減、工業製品が 20% 減少しているとのことです。専門家は、インフレと燃料価格の上昇で配送コストが増加しているが、仕事を取るには価格を下げなければならない。高金利で運転資金の借り入れはできず、トラック運送は運べば運ぶほど赤字となっている。配送量が減少し、供給が減少すれば、商品の価格はますます高くなり、供給はさらに減少するだろうと説明し、ロシア経済が悪循環のドミノ倒し状態に陥り、多くの企業が倒産の危機に瀕していると指摘しました。3番目。ロシア正教会は小学生から大学生の女子生徒を対象に貞操について出張講義を強化しています。ベリストカは汚れなき乙女には神秘的な力が宿ると、婚前交渉がいかに罪深いことであるか、否認がいかに無駄なことであるかを生徒に説いています。例えば、ビシニーボロチョクにある第19学校では、ロシア正教会の女子修道院長が聖母マリアのことを純潔と貞潔の象徴であると説明し、マリエルのスタロクレシンスカヤ学校では、多感な年頃の8年生に、汚れなき乙女と低粛な女性は、大きな神秘的な力を秘めており、そのエネルギーが国家に力をもたらすと説明しています。
また、ギズル第一学校では、結婚前の親密な関係は許容されるかということについて議論し、それがいかに罪深いことであるか生徒に分からせ、ジェルジンスクでは全6回の講義コースで、女性らしさとは、母性と純潔という2つの基本要素から成り立つなど、あの手この手で教えています。ある9年生の女子生徒は講義に感動し、避妊は効果がないと知りました。将来の夫のために自分を守る必要があることを知りましたなどと述べたとのことです。以前の動画でもお伝えしましたが、ロシア正教会では、ウクライナ戦争の原因は、男性の自慰行為と断定し、本来、妻の子宮に流れていかなければならない精液が、ティッシュで拭き取られて捨てられたため、神は怒り、精液は流血に変わり、ハイマースやストームシャドゥが飛んできて、ロシア人を罰していると説明しています。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面でフルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用し、数時間後に聞きやすい英語の副音声を公開しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。ルシアン軍が奪還作戦を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は雨。最高気温16度、最低気温11度。今日の天気予報も曇りとなっています。気温は20度まで上昇し、その後、また氷点下5度前後まで戻る予報となっています。プー大統領は、クルスクでの前進を、ルシアン軍の作戦の成果と報告を受け、ウクライナ側に緩衝地帯を設けるよう要望したと伝えられています。したがって、ルシアン軍は、今後、数ヶ月の間に、この方面の作戦を強化する可能性がありますが、戦争研究所では、過去にハルキウ方面でも似たようなことがあったが、結局成功しなかったと分析しています。一方、ルシアン軍の軍事ブロガーは、ハイマースによる攻撃が再開され、ルシアン軍の進軍が鈍化したと伝えています。1番目。バシフカでは、昨日の動画で、ルジアンが国境を越えてウクライナ側に入り、悲惨な突撃を行ったことを伝えましたが、位置情報付きの映像によると、その後も複数箇所で突撃作戦を継続しました。ご覧いただいているのはウクライナ側のもので、今度は地図の場所でバギーを使って突破を試みているところとなっています。この攻撃は、ウクライナ側の防衛体制を調査するもののようで、ウクライナ軍により撃退されました。戦況図では、その範囲を1キロほど係争地が拡大したとして更新しました。2番目。スジャでは、オレシュニャ川を防衛線にウクライナ軍が抵抗を続け、ルジアンの戦力を削る選択をしたと考えられます。位置情報付きの映像によると、地図の場所でルジアンの姿が確認され、確認できる最前線はこの付近となっています。戦況図では、この東側をルジアンが占領したとして更新しました。面積は4平方キロになります。それ以外には、戦況図に変更のある情報はなく、ウクライナ軍は、スジャの東側の半分から撤退したものの、新たに川を防衛線を定めて、ルシアン軍の前進を阻止し、当面戦力を引きつけて削っていくものと考えられます。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンは8回攻撃を行いましたが、今日もウクライナ軍が撃退し、戦況図に変化はありませんでした。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で8回、スバトベクレミンナ戦は7回、シベルスク周辺では9回、チャシフヤール方面では1回、トレツクの方向は19回攻撃を行いました。
スバトベ・クレミンナ線。この方面では、ロシア軍の損失が蓄積した結果、大規模な攻撃作戦ができず、歩兵による日和見的で小規模な突撃が行われています。そのうち、クレミンナの北西22キロにあるノボリュビフカでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンがゼレベツ川を渡り、前進を試みました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第66機械化旅団のもので、地図の場所をゆっくりと前進しているルジアンを観察している様子となっています。コメントによると、途中で何かに驚いたルジアンが味方を撃ってしまいましたが、気にせず前進しているとのことです。この攻撃は撃退されましたが、戦況図では、ノボリュビフカの集落全体を、係争地の拡大として更新しました。シベルスク周辺。この方面で、ロシア軍は、様々な場所で、機械化攻撃と歩兵の突撃を組み合わせて攻撃を行い、ウクライナ軍を消耗させて前進を試みています。そのうち、連日お伝えしているサッコイベンセッティでは、昨日に引き続き、ロシア軍が機械化攻撃を行い、前進を試みました。しかし、出撃早々ウクライナ軍により発見され、前線に出る前に車両が破壊されましたが、その後も兵士が展開し、前進を試みました。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第30機械化旅団のもので、地図の場所の様子となっています。この攻撃は撃退され、戦況図に変更はありません。トレツク方面。この方面は激しい市街戦となっています。そのうち、トレツク市街のスタジアム周辺では、10日の動画で、ウクライナ軍がこの付近を奪還したとお伝えしましたが、その後、ルジアンが攻勢を仕掛けました。ルジアンは、スタジアム周辺に激しく砲撃を行い、ウクライナ軍の動きを牽制し、その後建物に突入しましたが、ウクライナ軍は建物から後退し、ドローンで応戦しています。ご覧いただいているのは、キジャーク国家警備旅団のもので、地図の場所にある建物を観察している様子となっています。建物は角がなくなり、丸くなっているところが見て取れます。戦況図では、この場所のウクライナ軍の支配地域を係争地に更新しました。それ以外には、戦況図に影響のある情報はありませんが、ルジアンは、この方面に増援を送って突撃作戦を強化しています。ウクライナ軍のザポロジェツ報道官は、敵は攻撃の回数を大幅に増やし、1回の突撃も2から5人だったのが、最大10人になっていると報告していることから、気が抜けない展開になっています。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では45回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で10回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面では、ロシア軍の進軍が停止状態で優先順位が低下しつつあり、ウクライナ軍が局所的に反撃を行っています。この方面に配置されているウクライナ軍の第37海兵旅団のポブコフ報道官は、この方面の戦況について、敵は装甲車両が使えるのが1日1回までで、それ以外は全部歩兵の突撃となっている。我々は敵が攻撃を開始する時間とルートを知っており、100% で撃退している。特に最初に突破を試みる集団は武器を持たされていないと、ルジアンの攻撃が単調になっていることを報告しました。そのうち、ポクロフスクの南にあるシェフチェンコでは、位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍が前進し、集落の南の端まで到達しました。ご覧いただいているのは、ルジアン側のもので、地図の場所にいるウクライナ軍の様子を観察しているところとなっています。この場所は、12月中旬にルジアンが占領したところですが、戦況図では集落全体を係争地の拡大として更新しました。それ以外は戦況図に影響のある情報はなく、ルジアンの攻撃は前進にはつながっていません。
コスティアンティノピル方面。コスティアンティノピルでは、9日に、ルジアンが集落内に旗を掲げて占領を主張し、一旦占領したとお伝えしましたが、その後、ウクライナ軍が反撃を行い、少なくとも集落の半分を奪還しました。ロシア軍が集落の東側にサーモバリック爆弾を投射していることから、この場所が最前線となっていることが判明しました。コスティアンティノピルは、北と東を川に囲まれ、ウクライナ軍は一度攻めさせ、その後の攻勢が続かなかったところを見て反撃し、奪還しました。戦況図では、集落全体を係争地に更新し、西側をウクライナ軍が奪還したとして更新しました。面積は3平方キロになります。後方地域。今日もロシアン領内で不審な事件が起きています。映像などはありませんが、ウクライナ主要情報総局 GUR によると、国境から300キロ離れたカルーガで爆発があり、その後、GUR がドローン生産施設に攻撃を行ったと発表しました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは11回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に影響のある情報はありませんでした。その他、ロイターによると、3月11日のウラル産の石油は、1バレル 53.95 ドルに下落し、14ヶ月ぶりの安値になったと伝えています。セントロクレジット銀行のスボーロフ氏は、1バレル50ドルに達すれば、ロシアン政府の財政は赤字となり、支出削減を行う必要があると警告しています。また、フィナムのアナリストのベレンカヤ氏によると、原油価格が60ドルを下回れば、国民福祉基金から赤字の補填を行うことになるが、この資金は換金可能な中国元と金で、残り375億ドルしかないと、ロシアン連邦の予算は綱渡り状態となったことを指摘しました。また、コリチェフ財務副大臣は、連邦政府は赤字で計画している予算も達成が困難となり、国家財政の赤字がどんどん膨らんでいる状態であることを警告しました。さらに悪いことに、最近は和平合意の期待から1ドル85ルーブルとルーブル高になっていて、これも石油収入の減少となり、ライファイゼンバンクのチェルノフ氏によると、このペースでは政府の財政赤字は2兆ルーブル3兆円に達するだろうと予測しました。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去の動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。